皆様聞こえておりますかね。もしもし皆様こんばんは、ライと申します。はい、今回は私の作りました R15 ヤンデレ乙女ゲームサイコカスト、皆さんと一緒に遊んでいこうといった生配信になります。はいといった感じですね。まあはい何言ってるんだと思ったそこのあなた、まあそうなんですよ私が生産者ですはいこちらのゲームのね生産者なんですけども、そしてですねこちらのサイコカストというゲーム、本日ブースとノベルゲームコレクションさんにて無料公開スタートしました。パチパチパチといったところで一つ謝ることがあって、ブース版の Windowsのやつをゲームをダウンロードしてくださった方、多分ね拡張子が10SAV って書いてるやつが入ってると思うんで、それ消さないと遊べない状況になってるかと思われます。これに関しては本当に確認ミスですみません。なんでブースで新しくデータを公開し直したよっていうのと、その拡張子のSAV ってやつがついたやつを削除すれば遊べるはずですので、なんか一回試してみてくださいといった感じで、はいちょっと前置きが長くなってしまったんですけど、こういった感じで作者なんで当然のごとくね内容してます。はい全部してます。なので生み出した側ですからね。なんで本ゲームを遊んでいただくにあたって選択肢を選んでいただくのは皆さんです。ということでこの生配信をね訪れてきてくださった方たちに、選択が出てきた場面でどっちがいいってのを選んでもらおうかなって思っております。ということでですね、配信のリアルタイムのチャットで相談して選択していただきます。ではですね、軽くチャットのルール説明させていただきますね。はい、チャットするにあたってのルールなんですけど、初見さん配信者さん問わず何かゲーします。今回参加型なんでね、遠慮せずにどんどん書き込んでくださいなと。ライブは全員初見さんの気持ちで見ています。でお次、見ていて気持ちのいいコメントを心がけましょう。チクチク言葉とかうちはネタは初見さんがいる場ではお控えくださいな。一回ねその話初見さんの人に通じるかなって来たことある人はね考えてみましょうと。でお次、稀にですねコメントが YouTube 側で削除されることが起きているようです。私ね別に消しているわけではないので、そういったこともあるんだな程度に思って諦めずに書き込んでくださいといった感じでよろしくお願いします。他疑問点等ございましたらお気軽に聞いてください。こちらの内容とか全部概要欄に載せてますのでね、これどうすればよかったっけって思ったら概要欄見てみてください。でですね、そうやって選択肢を皆さんに選んでいただくわけなんですけど、特に選択の指定がない場合はとか、あとは意見がまとまらないとかねいった場合は私がダイス振って選びます。ということでですね、今ちょっとリアルダイスがあって聞こえてますかねはいとりあえずねダイス振って選びます。ということでね皆さんに選んでいただくって関係上私いわゆる朗読担当ですなんでね全 CV 私ラインになってしまうんですけど、はいね私は皆様の新鮮な反応をニヤニヤと見守る予定ですのでね、はいそういった感じで楽しんでいきましょう。ちなみに今回公開日なんでね少ないかとは思われますが、先の展開のネタバレ匂わせ等は初見の方のためにお口チャックでお願いします。そういった方は私と一緒にニヤニヤしましょうって感じかな。ではもう説明は以上かしら。じゃあそうですね、こちらのゲームですね、R15 ってついている通り、15歳未満の方はご視聴をお控えください。かなり過激な内容が出てきますっていったことで軽く先に説明しておきますね。はいこれオープニングのやつですはいまずですね、本作は R15 ヤンデレ乙女ゲームですと、実況動画生配信でのご利用は可能ですが、15歳未満の方はプレイご視聴をお控えください。なおですね、ゲーム本体の複製無断配布販売等は本当に困ってしまうのでやめてください。あとゲーム内に使っている使用素材の複製を固く禁じますね。これ貸してというかね
使わせていただいたところの元のところに迷惑がかかってしまうので、よろしくお願いします。では次、本作は R15 ヤンデレ乙女ゲームです。以下の内容を含みます。といったことで、グロテスクエロティックな表現、かなり含まれます。今回ね、チャプター1から3までなんで、そこまで強くはないかと思うんですけど、今後の展開として含まれていきます。では次、登場人物の過激な発言、行動が含まれます。で、恋愛観、倫理観の歪んだ残酷な展開があります。病んでるものですしね。はい。といった感じで、プレイすることで不快感を覚える可能性がございます。本作品はフィクションです。実在の人物団体とは一切関係ございません。といった感じなんですけど、ですね、こちらのゲーム、一部のイベントで、実際に存在する場所が出てきます。が、そのね、現実にあるところとか一切関係ないんでね、疑似観光を楽しんでくださいって感じですかね。はい、といった感じがですね、最初の注意喚起かな。またしっかりした注意喚起後で行います。といった感じで始めていっちゃおうかな。ね、こちらキャラ紹介をまずしてもいいんですけど、ただ実際に出会ってもらおうかな。ね、こういった感じでね、出てくるキャラたちの、概要というかね、簡単な説明、キャラ紹介的なやつが一応あるんですけど、こんな感じでね。でも今回実際に出会ってくから別にいらないでしょ。ね、気になった方は実際にゲーム開いてみてみてください。ね、概要欄にゲームのリンク載せてますんでね。ブース版がパソコンのみ、ノベルゲームコレクションさんのヤホーはスマホでも遊べるんで、もしよろしければやってみてください。ちなみにこのクリア特典っていうのは、エンドを全部回収し終わった後に開けるとこですね。ね、キャラクターのサイドエピソードや裏設定など豪華な内容となっております。頑張りました。なんで全エンド回収頑張りましょうといった感じです。はい、ではですね、もうほんと長々となってしまいましたが、始めていきましょうか。この段階でね、この構図からしてね、青い方に私捕まりそうになって。はいね、ここに配置したからですね。じゃあ始めていきましょうか。はい、あなたの名前を入力してください。デフォ名が四つ森ゆうひちゃんなんですけど、私の名前に置き換えたら、私の生み出したキャラに私が口説かれるという、ある意味面白いことが起きてしまうので、このままでいこうかな。はい、デフォ名のままでいきましょう。ゆうひちゃんで。四つ森ゆうひさんでよろしいですか？はい。ということで、しっかりした注意事項です。本作は R15 推奨のヤンデレ乙女ゲームです。暴力表現、エロティックかつグロテスクな描写、強い好感、リップオン。ですね、リップオンって、簡単に言うと、軽く説明しますと、こんな感じなんですね。キスとかそういった感じの、あと、唾液のねちゃっとした音とかが一部含まれてきます。なんかエッチい音がすると思ってください。はい。が含まれます。あとは打撃音などですね。で、次、画面の揺れ、クエイク表現などを含みます。ちょっと文字が軽く揺れたりだとか、画面が揺れたりだとかが含まれますので、苦手な方、酔いやすい方はご注意ください。これらにより不快感、動機、めまい、精神的負担を感じた場合でも、私は一切の責任を負いかねますので、自己責任で。体調メンタルに不安のある方、心的外傷、PTSD、いわゆるトラウマですね。を持っている方や、感受性の高い方はプレイを推奨できません。プレイ中に異常を感じた場合は即座に中止してください。ちなみにこれは見ている方々もね、ご視聴の際に嫌な気持ちというかね、気持ち悪くなった場合は見るのをやめください。自己責任で楽しんでいただけますと幸いです。ということで、お次、以下の展開を含みますので、自衛よろしくお願いします。いわゆる地雷チェックというやつですね。まず第一、エロティックかつグロテスクな描写。R15 程度ですね。なんで、ちょっとね、センシティブな描写だったりとか、きっつい描写が含まれてきます。では次、登場人物の過激な発言行動。恋愛観、倫理観の歪んだ残酷の展開。
いじめの描写、自殺を連想させる描写、寝取りに類似した描写など、いや、どこで含まれてくるんでしょうね。苦手な方は見ない方がいいかも。本作品はフィクションです。実在する人物団体とは一切関係ございません。ゲーム内に環境音や細かな効果音が多数含まれています。物語の空気をより深く感じていただくために、ぜひヘッドホン、イヤホンを着用してのプレイをおすすめいたします。ということでですね、これはご視聴の際もですね、つけた方がいいと思いますよ。序盤のでそんなでもないですが、つけた方が楽しめるかと思います。では、早速ですが始めていきましょうか。チャプター1、失恋の残りが。それは一目惚れだった。隣のクラスにとても綺麗な子がいた。赤座貴人くん。スラッとした手足にサラサラな黒髪を持つ男の子。最古高校に入学してすぐのこと。廊下ですれ違って、その綺麗な目がちらっと私に向けられた。はい、落としたよ。差し出されたのは私のハンカチ。どうやら私の落としたハンカチを拾って渡してくれたらしい。彼にとっては他愛ない行動だったと思う。でもその日、怖くなるほどあっさりと私は彼に一目惚れしてしまっていた。ちょろいですね。こんな感じのちょっと心配になっちゃうかなーって感じの子で進んでいきます。隣のクラスだから接点がない。廊下を歩くとき、何か彼と話をするきっかけがありますように、なんて祈るしかできなかった。だけど、クラスの中でも一軍で、ふわふわした髪の可愛い鹿島さんが、彼に告白するなんて話を聞いてしまった。だから、バカな私は焦燥に駆られて、ちっぽけな勇気を出して、一歩、踏み出してしまったのだ。靴箱に、校舎裏で待ってます、なんて、時代遅れの手紙を挟んで、ドキドキしながら待った。勇気あるよね。心臓が死んでしまいそうなほど大きくめくっていて、すぐに爆発してしまいそうだった。夕日の赤が頬を熱く染めていく。バクンバクンと心臓を跳ねて苦しいくらいだ。知らない子からのこんな手紙来ないかもしれない。いたずらだと一周されて手紙も捨てられているかもしれない。そう思ったけれど彼は来た。四つ森さんだよね。何かよ。初めてしっかりと交わせる会話を楽しむ余裕なんてなかった。とっさにうつむいて頭の中が真っ白になってしまって息が詰まる。そうだ、好きって言わないと。つっかえてうまく出せない声を絞り出して顔を上げて言葉を紡ぐ。一目惚れです。好きです。緊張でひどく震えて聞き取りづらい声だった。背の高い彼はそんな私の顔を見下ろしていて、その表情は逆光でよく見えなかった。でも確かに彼は笑っていたように感じた。誰かを好きになるとかよくわからないんだよね。ごめんね。私の人生が変わったのは確かにこの日からだった。校長らしいです。ということでここまでがプロローグですね。失恋の痛みは半年も過ぎれば随分と薄れていた。それに彼が隣のクラスのことが幸いして気まずくなることもなく、2年生に上がる今日まで普通に過ごすことができていた。振られた当日は死んでしまいそうなほど悲しかったけど、
半年も経てば少しずつ薄れていく。そして一つだけ想定外にいいこともあった。あの時は恋敵だった鹿島美月ちゃんと今では親友と言えるほどの仲なんだ。私もどうしてそうなったのか未だに不思議だ。美月ちゃんと仲良くなったのは本当に偶然だった。失恋を忘れたくて新しいことを始めようと入ってみたバイトがたまたま美月ちゃんと同じだったのだ。びっくりしたし最初は気まずかったが、美月ちゃんが気さくで予想外にさっぱりした性格をしていたことで今では親友って呼べるほどの仲になった。美月ちゃんも赤座くんに振られたらしいが、彼女は私と違ってすっぱりと失恋して次の恋を探していた。うちを振るなんて顔よくても見る目ないじゃん。うちを大事にしてくれる人じゃないとね。うちに釣り合う男じゃないよね。なんて言っていた。美少女にそこまで言い切られるとむしろすがすがしいとか言うか、かっこいいかっこいい美月ちゃん私の採用しです彼女私は未だに彼のことを若干引きずってはいたが、性格もろくに知らずなんとなく一目惚れしてしまったのだ。今思ってみれば見た目がタイプなだけで好きになるってどうなんだろう。で、あの頃の自分の気持ちに懐疑的になりつつある。それに美月ちゃんを見習ってもうそろそろきちんと諦められそうだと思えていた。今日は始業式だ。2年生どんなクラス分けになるんだろう。あくびを噛み殺して制服に着替えていく。美月ちゃんとはまた一緒がいいな。あと少しだけ赤座くんと同じクラスになったみたいな。振られたから気まずくはあるんだけど、恋愛感情はひとまず置いていけば、彼はすごく綺麗な顔をしているのだ。立ち姿はモデルも顔巻きに絵になる。目の保養として一緒のクラスになりたい。やっぱりこういう風に考えてしまうってことは、私の赤座くんへの気持ちは恋とかではなく推しとかアイドルに対する好きみたいなものだったのかな。あの日勇気を出して告白した自分を否定する気はなかったが、今思い返してみるとなかなか恥ずかしいことをしたかもしれないと思うのだった。家を出て電車に乗って途中の駅で美月ちゃんと合流する。おはようとあくびをする彼女も眠そうだ。かわいい美月ちゃんとは途中の駅が同じこともあり、3ヶ月ほど前から途中で合流して一緒に通っている。見た目はお姫様みたいな美月ちゃんは中身は結構ミーハーでもしっかり自分の意志があってかっこいい。内心目標にさせてもらっている。で、おひさん。久しぶり。軽く抱きついてきた美月ちゃんに頬が緩んでしまう。美月ちゃんがパッと離れると私の手に何か握らされていた。可愛く包装されたプレゼント。はい、これドバイ土産。家族旅行行ったんだけどお土産。お肌ツルツルになる石鹸らしいよ。今年も同じクラスになれるといいよね。ありがとう。私も美月ちゃんと同じクラスになりたいよ。やっぱり可愛いしいい子。こんな可愛い子を振るなんて赤座くんもったいないななんて思いつつ、ふと彼が私を振るとき言われた言葉を思い出した。誰かを好きになるとかよくわからないんだよね。ごめんね。誰かを好きになるとかわからない。振られた時は繰り返しその意味を考え、何回も繰り返しその意味を考えた。一時期告白ブームがあって、私たち以外にも赤座くんに告白した子はいる。でも全員振られたそうだ。やっぱり本当の言葉だったのかな、それともただの振る理由付け。思い出して
心の奥の方がスキッと小さく痛んだ。半年も経ったし、もう諦めた気ではいたけど、やっぱり切ないな。どうしたの？ごめん、ちょっとぼーっとしてた。いいよ。優しい、好き。ごめんなさい、いちいちこれが出ちゃいますね。こんばんは、ありがとうございます。来ていただいてね。こんな感じで進んでいきます。はい。みずきちゃんが出るたびにこんな反応しちゃうよ。ほら、新学期早々学校遅れちゃまずいし、早く行こう。クラス分けも早く確認したいし。みずきちゃんに腕を引かれて足早に学校へ向かう。学校に着けば入ってすぐのところにクラス分けが張り出されていた。鹿島。あった。うちは3組みたいだけど、ゆうひとはクラス離れちゃったみたい。ゆうひは何組？みつきちゃんの言葉を聞きながらクラス分けの表に目を滑らせる。そっか、みつきちゃんとは別れちゃったんだ。残念。私の名前は。そうして4組の名前を見ていると、赤座貴人、彼の名前を見つけた。なんかついつい探しちゃうの未練がましいな。そうして気持ちを切り替え、さらに視線を滑らせて、四つ森夕日。赤座くんと同じクラスに私の名前があることに気づいた。そうなんだ。一緒のクラスなんだ。心のどこかでもしそうなれば嬉しいなとは思っていたけど、いざ本当になると微妙な心境だった。振られた相手と1年間同じクラスってかなり気まずい。夕日？もしかして4組？赤座と同じクラスじゃん。大丈夫そう？大丈夫とは言ったものの心細い。私の不安そうな顔に気づいたからか、みずきちゃんはと少し思案する様子を見せてから笑いかけてきた。とりあえず一緒に行こっか。何かクラスで困ったことあったら LINE 送ってよ。相談くらいなら聞けるから。みずきちゃん優しい、大好き。LINE も大好き。ありがとう。ここが4組。赤座はまだ来てないっぽいね。いつも朝早いのに珍しい。じゃあ私は3組戻るから。まあ頑張って。みずきちゃん、行かないで。行かないで、置いてかないで。パシッと私の肩を軽く叩いてからひらひらと手を振り3組へ戻っていくみずきちゃん。その姿を見て急に心細くなる。けれど教室に入らないといけないことは変わりなくて、私も4組の自分の席へと向かった。気まずさを抱えながらちょこんと自分の席に座って待つ。そうして待っていると糸のざわめきが聞こえてきた。赤座遅かったじゃん。今年も同じクラスな、よろしく。てか担任誰なんだろうな。いきなり絡むなよ、むさ苦しいな。おはよう、今年もよろしく。赤座くんは男子と話しながら自分の席へ向かう。近くの女子たちが赤座くんについてこそこそ話しているのが聞こえてきた。赤座くんと同じクラスになれたのラッキーだよね。ねえ、実物イケメンすぎ。まつげ長羨ましい。ファンクラブもあると噂の赤座くんだ。
改めて同じクラスで見てみるとすごくモテてる。思わず見つめていたら視線に気づかれたのか、彼の顔が私の方へ向きそうになって慌ててそらした。気まずい。でも私のことなんて忘れているかもしれない。赤座くんはそれこそモテまくりで告白なんてたくさんされている。そもそも接点なんてなかったし、名前を覚えられているかすら怪しい。もうそっちの方がいい。深いため息をついて窓の外を見る。かなりいい天気だ。仲のいい子の一人でも同じクラスになれればよかったのだが、残念ながらクラスには誰一人友達がいなかった。泣きそう。机に突っ伏して眠ったふりをしようか悩んでいると声がかけられた。四つ森さん、おはよう。一瞬誰に声をかけられたのか理解できなかった。赤座くん。何気ないようにかけられた言葉、ただの挨拶だ。でも固まってしまってとっさに声が出ない。おはよう。フリーズが解けて声を絞り出した時にはもう彼は元の場所に戻ってしまっていた。でさ、映画マジですごかったんだよ。またその話何回目だよ。聞こえたかな。うまく挨拶はできなかったけど予想外に話しかけられて胸はドキドキしていた。挨拶してくれた。振った相手なのに。気まずいだろうに。1年間無視される可能性まで考えていたのに、ただの挨拶なのに私の心は上向いてしまっていた。諦めたと思ってたのに、こんなことでふわふわしてしまうなんて単純だな。一応気味だが唇は弧を描いていた。チャイムが鳴ってクラスメートたちが自分の席へ散っていく。今日の予定は聞いた話によると始業式だけのようだ。つまり午前中で帰れるらしい。早く終わればいいな。私は隣の席の女の子に挨拶してから机に突っ伏して先生を待った。体育館に入ると席番号順に緑の長椅子にかけることになる。ちょうど折り返し地点の関係で私の席から赤座くんの後ろ姿がよく見えた。朝の挨拶、考えすぎだよね。でも名前覚えててくれたんだ。いい人だ。あの日の告白は悲しい結果に終わった。背に振られている。でもちゃんと覚えていてもらえたことが嬉しい。諦めたと口では言っていても、やっぱりみつきちゃんみたいにすっぱりとは諦めきれないようだ。校長の長い話を聞いて始業式はつつがなく終わる。始業式が終わればホームルームをして下校になる。中には部活のある子もいて、みずきちゃんからはごめん、今日演劇部の練習あるから先帰っててと言われている。1学期早々忙しそうだったな。どうやらコンクールが近いそうだ。私は特に部活に入ってることもないため、そのまま帰宅することになる。ちょっといい？はい。カバンにプリントを詰めていると予想外に声をかけられて驚く。担任の先生だ。先生はたまたま1年の時と同じ先生だった。四つ森さん、ごめんだけどこのプリントを職員室まで運ぶのを手伝ってくれないかしら。その視線の先の教卓には今日回収されたアンケートなどのプリントの山がある。めんどくさいけど先生一人じゃ多いもんね。特に他に予定もないし、先生に面向かってお願いされると断りづらいし、面倒なこと以外に断る理由がない。わかりました。うなずくと先生は助かった様子で微笑んだ。
ありがとう。そうね、でも男子の人でも欲しいわよね。赤座くんも手伝ってくれない？え、赤座くんも？待って、それは予想外だ。なんて顔すればいいのかわからない。先生、どうしました？急に聞こえた赤座くんの声にドキンと大げさに心臓が跳ねた。変に意識しすぎだな。気まずさと変に意識してしまっている恥ずかしさに居心地が悪い。赤座くん、悪いんだけど、このプリント職員室の先生の机に運ぶの四つ森さんと一緒に手伝ってくれない？いいですよ。ありがとう。じゃあお願いね。じゃあ行こっか、四つ森さん。うん。慌ててカバンを背負ってからプリントの束を持ち上げる。まさかの展開に頭がついていっていない。そっちのは俺が持つから。ほら、早く終わらせよう。ありがとう。彼の後ろ姿を少し距離を空けて追いかける。こうしてみるとやっぱりスタイルがいい。一目惚れしたくらいだし、すごく彼の容姿が好みなのだ。ねえ、イケメン対応さらっと持っちゃっても。それにやっぱりいい人だ。さらっとプリントを多めに持ってくれたし、朝も挨拶してくれた。すごいな。完璧すぎて本当に住んでる世界が違う。そして同時に告白したくせにこんなことも知らないなんてと、また自己嫌悪に陥った。好きだったのは確かだけど、いくらなんでも不誠実。最低じゃん私。ちょっと歩くの早かった？足が気がつかないうちに遅くなっていたのか、不意に目があって肩が跳ねる。いえいえ、そんなことは。慌てて首を振れば彼はふっと笑って足を緩める。すると私は追いついて隣に並んだ。結局一緒に職員室入るしね。一緒に行こうか。そう言って歩幅を合わせてくれる様子に私は驚いていた。すごい。さすが王子様って女子に陰で呼ばれてる男。あまりに対応がスマートで、ときめく前に感心してしまった。そりゃモテるよね。思いっきり間違えてねそりゃモテるよな。横顔を盗み見れば、ふわっと柔らかそうな黒髪から覗く横顔はまるで俳優みたいだ。スクールドラマのワンシーンにありそう少女漫画が元ネタのとか。そういえばクラスの子もそんな話をしていた。確かにまつげが長くて何度見ても整っている。フェイスライン綺麗。羨ましい。俺の顔何かついてる。バレてる。ごめんなさい。チロチロ見て。声をかけられてテンパってしまい、とっさに手を顔の前でブンブン振ると赤座くんは苦笑した。いいよ、慣れてるから。あまりにさらっと言われて驚く。でも言われてみれば当たり前だ。彼みたいな人、知らない人だってまじまじと見たくなってしまう。思わず目で追っちゃうよね、こんなにかっこいいと。でも八つ森さんも人がいいね。プリント運びなんてさ。それを言ったら赤座くんだってそうだ。少し視線をさまよわせて言うか言わないか迷ってからやっぱり口にする。それを言ったら赤座くんだって優しいよ。プリントを目に持ってくれたのも歩幅合わせてくれてるのも。私の言葉に彼はふわっと笑った先生に呼ばれて面向かって言われたら断りにくくない？俺のは面倒ごと押し付けられただけかな。
って言ってもクラスのやつだし、俺の出したプリントも入ってるし、これぐらいはやらなきゃだろ。私と同じこと思ってる。驚いてしまった。住む世界が違うと思っていたから、まさか同じこと考えてるなんて思わなくて。赤座くんもそんな風に面倒だなんて思うんだ。考えてみれば当たり前のことだけど、なんだか気が抜けて笑ってしまった。よかった。息を含んだ柔らかい声で言われて目を見開く。彼の方を見れば普段浮かべている優しい微笑みの中に安堵の色がある気がした。1年の時の気がかりだったから。その言葉にドキンとする。1年の時ってやっぱりそれ蒸し返しちゃうんだ。ほろ苦い過去の記憶にうつむく。急激に顔が熱くなっていく。たたまれない。見られているのは分かっていたが、とっさに何を話せばいいかわからない。そんなことを考えている間に、この階段を登ればすぐに職員室だ。むしろそれが救いに思えてしまう。じゃあ入ろうか。赤座くんは職員室のドアを開けて挨拶をして入っていく。はっとなって私も追いかけた。あらあら気まずくなっちゃってじゃあ俺はここで。お疲れ様、四つ森さん。プリントを置き終わり、赤座くんはひらりと手を振って帰っていく。あれはなんて返せばよかったんだろう。気にしてないよ。むしろ私の方こそごめんね。どれを言っても違う気がする。変に思われてないといいな。思わずうつむいてしまう。気づけばギュッとカバンの紐を握っていた手が見えて、急に自分が情けなく思えてため息を吐いた。とぼとぼと廊下を歩く。わざと赤座くんに追いつかないように遠回りの道を選んで階段を降りる。ほんと情けなすぎて泣きそう。そうして階段を降りたところでゆらっと何かの尻尾が揺れたのが見えた。黒猫？学校に？そのシルエットは見間違いでなければ猫そのもので、思わず追いかける。こんなとこになんで迷い込んじゃったのかな。もし先生方にバレれば大騒ぎだ。その前に外に話してあげないと。そうしてたどり着いたのは美術準備室。ドアは猫一匹ぐらいならするりと入り込めてしまいそうなほど開いている。もしかしてこの中に入ってしまったのだろうか。間違えました。これ空いているですねすいません、自分で書いたのに。だとしたらまずい。美術準備室は入ったことがないから何があるかわからないけど、物を倒したりしてしまったら大変だ。仕方ない。お邪魔しまーす。美術準備室の扉を軽く開いて中に足を踏み入れた。ということで、ここでチャプター1エンドです。セーブを推奨します。ということでですね、セーブしていくんですけど、こちらね、セーブスロットの数が限られてるんで、とりあえずここら辺は選択しないから、一番上にセーブしようかな。と、その前に水飲ませてください。水飲みまーす。オッケー。ということでですね、まだしばらく選択肢はないんですよね。もうちょっと先かなって感じ。
じゃあセーブして、セーブしたら即スタートだからね。行きましょうか。よくできてるね。ありがとうございます。いや楽しんでいただけてるなら何より。ほんとこだわっては作りましたからね。行こうか。ということで、チャプター2、美術準備室の青年。初めて入った美術準備室の中は思いのほか広く雑多で散らかっていて、けれど妙に生活感があった。ソファーにテーブル、湯沸かしポット、飲みかけのマグカップ。テーブルには何色かわからなくなるほどに混ざりに混ざり、乾いてバキバキになった絵の具の張り付いたパレットや腕の突き刺さった筆線なんかも置いてある。窓から差し込む光で埃がキラキラと光っていた。そして何より気になるものがあった。人が気持ちよく眠ろうとしてたのに起こすんなよな。もう二人掛けのソファーに人が寝ていた。長い足を無造作に掘り出して軽く体を起こしている。眠そうにとあくびをすると、太ももあたりに乗っかっていた猫の頭を撫でていた。一応新キャラ仕事のないやつ。おっとごめんなさい、セーブを開いてしまったといった感じで新キャラですわね。お前も飽きずに僕のとこ来るよね。また抜け出してきたの？綺麗な人。青く濡れたような黒髪に女の子が裸足で逃げ出したくなりそうなくらい線の細い顔立ちをした美青年が黒猫の頭を撫でている。かなり懐いているらしく、黒猫もゴロゴロと気持ちよそうな声を出していた。映画のワンシーンかってくらい絵になる光景だ。ここだけ別の世界みたい。思わず見惚れていると、おもむろに彼の目が私に向いた。で、あんたは誰？猫ちゃん実はニコッとしてるの。かわいい。見ない顔だけど、なんかよ。こっち見た。まさか私に話を振られると思っていなくて固まってしまう。そうだ、猫ちゃん逃がすためにここに来たわけで。改めて考えてみると、この人は誰なんだろう。先生には見えないし、水色のカーディガンで見づらかったけど、そもそも制服着てるよね。うちの高校はクラスが多く5クラスまである。だからもしかしたら私が知らないだけで他のクラスの子かもしれない。こんなに綺麗な人だと赤座くんみたいに噂になりそうなものだけど、そもそもなんでこんなところで寝てるの？その猫を見かけて逃がしてあげようかと。とりあえず聞かれたことを返せば、青年はと興味なさそうに返事を返し、目をそらす。だってさ、ほら、お前のせいで迷い込んできたやつが出たよ。僕の言う通りだったろ。今日はもうおやつはないから早く帰りなよ。まるでどうしようもないものを見る目で、しかし可愛いものをめでるように目を細めながら、青年は猫に話しかけている。すると猫は返事をするようににゃーんと鳴いた。すごくファンシーな空間だ。いろいろと突っ込みたいところはあるのだが、あまりに不思議な光景だったので何も言えずに彼と猫の対話を眺めてしまっていると、青年はもぞもぞとソファーに座り直す。猫はぴょんと跳ねて床に着地すると、窓へ歩いていく。猫ちゃん。そのまま猫は
開いた窓に体を滑り込ませ外へ逃げてしまった。ちょっと撫でたかったのに。残念な気持ちがありながらも残された青年に目を向ける。とりあえず聞きたいことはたくさんある。伸びをする青年に控えめに声をかけた。そういうあなたはなんでここに？声をかけると瑠璃のような澄んだ目を向けられて少し緊張する。立ち上がった彼は思っていた以上に背が高く体格もいい。私が見上げる形になる。顔の位置が頭1個分以上上にあってそれだけで少し圧を感じた。ここ僕のアトリエとして使ってるから。アトリエ。思わず聞き返すと青年はふいっと目を横にそらす。その視線の先を追うとイーゼルに立てかけられたキャンバスがあった。そこには猫が寝そべっている描きかけの絵があった。水彩画のようでその姿はさっきまでここにいた黒猫によく似ている。すごい。まだ途中のようで色の塗られていない箇所もあるのだが、それでも未完成なのにあまりにリアルで可愛くて感動してしまう。毛の一本一本が撫でたらさっきの猫みたいにふわふわしていそうだなってこの段階でわかる。それに目が綺麗。猫の絵は顔の中心部分はほとんど完成しているみたいで、黄色い目が宝石のように丹念に塗られていた。キラキラしていてさっきの猫の目そのものだ。そして床には立てかけられるすいませんそして床には立てかけられるようにして様々な絵が乱雑に置かれていた。その絵のほとんどが猫の絵だ。さっきの猫以外もいるようでどの猫も美しく、特にその毛並みと瞳に自分でも驚くほど聞きつけられていた。まあ、口を半開きにして絵に見惚れる私の様子を青年はふっと鼻で笑った。すっごいアホ面。図星なのだがその言い方ちょっと厳しくないだろうか。これ全部あなたが？じゃないと誰がここで描くのさ。全部僕のだよ。そう言って青年は描きかけの絵の前に置かれていた丸椅子に腰掛けた。そうして近くの机に目をやり手を置く。女の人みたいな綺麗な手。それに加えネイルもしている。綺麗なコバルトブルーだ。おしゃれ好きなのだろうか。しかしその白魚のような手の置かれた机には汚れに汚れ乾いた絵の具のこびりついたパレットや筆線筆などが乱雑に置かれていた。その様子を見て彼はとため息をつく。しかし思いついたようにと声を出した。そうだあんた、今ならこれ掃除してくれない？どっさりと積まれているパレットや筆と彼の顔とを二度見する。これ全部私が？たばっちりである。まじまじと青年の顔を見つめていると彼は首をかしげた。どこ置いたっけ？青年はごそごそと床に積まれていた箱を動かすとそこから細長い黒い包みが出てくる。見たところいかにもお高そうなお菓子の箱だ。掃除してくれたらこれあげる。投げるように手渡されたその包みにはカステラと書いてあった。カステラ？なぜカステラというのは置いておき、まあ困っている彼を助けるのはやぶさかでもないのだが、僕こういうのあんまり食べないし、やってくれたら全部あげるよ。どうしよう。ということでようやく選択です。いいけどどうしてカステラ？
ということで、ぜひコメントしていただきたいんですけど、どっちがいいですか？特に重要な選択肢とかではないので、エンダが変わるとかはないかな。じゃあちょっとの間だけお待ちしようかしら。5分くらい？ 5 分で決まらなかったら、私がダイスを振って選びます。奇数か偶数かで。いや、ここまでどうすかね。いや、これでね、本作に出てくる仕様とは全員空いてるわけですが。謎の青年だけどまだ。はいはい。ちなみにここまでで52分か。なるほどなるほど。ですね、あとどんぐらいかな。15分たす30、45分くらいかな。になるかと思われます。なのでね、よいしょ。特になければ、あと3分かなです。いや、ここまで見てきていかがですか？いかがですかというか、今んとこなんか病んでる要素は薄めと言いますか、薄めな感じで、ただの出会いですからね。まだ出会いの段階、序盤ですから。どっちの選択肢がいいでしょうか？上か下か。いいけどどうしてカステラ？この2択っすね。お好きな方をね、選んでチャットでお伝えいただくと、こちら選択します。ちなみに、よいしょ。特にね、綺麗な男の人好きなのかなみたいな。好きですね。はい。それはそう。それは大が好き。どっちがいいっすか？上か下か。本当ね、そんなに重要なやつじゃないんで。確かにね、これまで出てくるやつね、どっちも美形ですから。そこはね、自分で作るんだし、好み全開で言ってますよ。でもね、2人ともね、性格とか系統は全然違うんでね、楽しみにしてくださいな。はい、残り1分ですね。サイコロの表示されてない？あれ？マジで見えてない？ですね、選択肢ここに2つあるんですけど、何が表示されてないんだろう。チャット欄かな？おそらくなんか選択どっちがいいみたいなの書いてくれてるんだとしたら表示されておりませんね。あれなことある？他のコメント見れるのに？明日って書いた。オッケーオッケー、ありがとうございます。じゃあ遅れてないか、私のとこで表示できてないかな。じゃあカステラの理由引いちゃいましょうか。オッケーです。ありがとうございます。じゃあ明日行きましょう。どうしてカステラ？至極真っ当な意見ですわな。しかもなんで学校にあるんだろう。手伝う分にはいいのだが、思わず聞いてしまうと彼は興味の注ぎに言う。別にもらい物をもらっただけ。あんたにあげることになるから、もらい物を僕がもらって僕があんたに報酬としてあげるってことになるから、
かなりややこしくなるけど。でも賞味期限は切れてないから安心していいよ。安心してよ。はあ、いや賞味期限はあんまり心配してなかったんだけど。というかごく自然に私が手伝う流れになってるよね。いいように誘導されてる気もしなくもないけど、まあいっか。特に家に帰ってすることも思いつかないし、カステラは少し惹かれる。ならまあ人助けしてもいいだろうとうなずいた。じゃあよろしく。洗い場はそこにあるから。流されちゃったとりあえずやるか。なんだか今日は人に物を頼まれてばかりだなと思いつつ、一銭とパレットを持ち上げる。そして美術準備室の端にある水道へ運んだ。そこにはおそらく掃除用の絵の具で汚れた歯ブラシやスポンジがある。まずはこのカピカピで固まっちゃってる絵の具をどうにかしなきゃ。汚れないように腕まくりをして覚悟を決めた。お掃除中です終わった。掃除が終わったのは1時間ほど経過してからだった。かなり頑張ったね。絵の具汚れが思った以上にしつこくて、メラミンスポンジでなんとか頑張り、ようやく元の白地が見えるようになってきた。そして一つきれいにすれば他のものも頑張りたくなるもの。元の色が見えるようになるまでゴシゴシと頑張った。満足感を感じながら洗ったものを水道近くに立てかけて乾かす。達成感に満たされていると、終わったことに気づいたのか、青年が様子を見に来た。終わった？彼は新品とまではいかなくともかなり綺麗になったそれらを見て目を見張る。こんなに綺麗にしなくてもよかったのに、結局汚れるし。でもありがとう。はい、これお礼の。少しだけ柔らかくなったような彼の声に誇らしくなる。青年から黒いカステラの箱を受け取って、そういえばと彼の顔を見る。名前聞いてないんだよな。ここまで手伝ったのだ。名前くらい聞いてもいいだろう。そう口を開く。なんて呼べばいい？名前聞いてもいいかな。そういうのは自分から名乗るべきじゃないの。それはそうなのだが、いちいち突っかかってくる人だ。こちらを呆れたように目を細めて眺める姿に少し眉根が寄る。なのになぜか様にはなってる。容姿がいいって羨ましいと苦笑いしそうになりながら口を開いた。私は四つ森夕日2年です。よろしく。相馬俊。青年相馬くんは頭をわしわしと触ってから、左手で適当なプリントの裏に絵筆で文字を書く。そこには青い薄い絵の具で相馬俊と書いてあった。相馬、どっかで聞いたことあるような。いやでも響きは普通にあるかも。それにしても珍しい感じだな。でも綺麗な名字。この様子なら他に質問しても大丈夫そうだと思い口を開く。猫好きなの？相馬くんは書きかけのキャンバスをちらっと見ると、また丸い椅子に座り絵に筆を走らせる。そしてどこか気だるげに一言つぶやいた。さあ、まあ他のものよりかは好きかもね。見ていて飽きないし、それに目が綺麗だから。さらさらと迷いなく絵筆を走らせていたのだが、不意にピタッと止まる。淡々と喋ってる感じなのに妙に色っぽいのはなんでだろう。ポツポツと話すその声はため息を含んでいるようで、
けれど不思議と甘い響きをまとって聞こえる。未亡人って言ったらあれだけど、そんな感じに定年や達観、そんな安入な空気をまとっているからだろうか。猫の目ってさ、人間のより綺麗じゃない？相馬くんは絵を見ているようで、どこか遠く別の場所を見るような顔になる。澄んでいて舌で眠ったら甘そうで、想像の斜め上の言葉にピシッと固まる。眠ったらって、そんな目であの黒猫ちゃんのことを。そんな気持ちが顔に出ていたのだろう。相馬くんは何を考えているかわからない目で私を見ていた。そんなドン引きみたいな顔で見るなよ。気分悪いな。ごめんなさい。気分悪いと言いながらも彼は表情を変えずに絵を再開する。覗き込んでみれば今は毛を一本一本描き出しているようだった。すごい繊細な作業だ。あんたにいくら惹かれようが肝がられようが僕にはどうでもいいんだけどさ。で、いつまでここに居座る気？急に振り向いた相馬くんの顔に心臓が跳ねる。近い。近くで見るとその肌は陶器のように滑らかで、鼻のラインも唇の形も計算し尽くされたかのように整っている。まるで精巧な 3D モデルだ。でもよく見てみたら唇はカサカサと少し腫れているようだった。唇はあまり手入れしていないのだろうか。そしてどこか懐かしいような、品のあるようないい香りがした。これ白檀の線香の香りに似てるんだ。で、そんなことを考えてる場合じゃない。慌てて離れれば相馬くんは軽く首をかしげる。まあいいけど。掃除ありがとう。あんたお人よしだね。いいえ、失礼しました。まだ少しうるさい鼓動を感じながら振り向かずに美術準備室を後にした。ということで、チャプター2 and to be continued をセーブを推奨します。ということでね、次の章からエンドに関わる重要な選択肢が出てきます。ということで、次の章へも行きましょうかの前に、ちょっと水飲みながらセーブしましょう。では続き行きましょうか。再開していきましょう。では、チャプター3。今回の配信では最後のチャプターだね。いきまーす。チャプター3、クラスの王子様。始業式の日から1週間が経った。あの日から私はクラスから少し浮いた形で過ごしていた。というのも未だに友達と呼べる子を一人も作れていなかったのである。悲しい隣の席の子に思い切って自分から話しかけに行ったりもしたものの、いろいろとタイミングが合わずに話しかけづらくなってしまった。辛い。ずっと気にしていた赤座くんとの会話もあれ以来なく、いやそれは別にいいのだけれど、私の心はなんだかブルーだった。学校生活これからが不安だ。2年に上がって1学期のうちに修学旅行がある。去年までは2学期だったらしいのだが、最近の夏は暑すぎて危ないとのことで、今年はかなり早くに行われるらしかった。クラスに友達が一人もいない修学旅行って最悪だ。バスの中でポツンと座る姿、ぼっちで回る観光地。一人でいるとどうにも嫌な想像がポンポンと浮かんできてしまって困る。そうやって電車の駅構内で待っていると、たったっと駆け寄ってくる鍵が一つあった。みつきちゃんだ。
はよう。おはよう。いつも通り挨拶すると彼女はニコッと笑いかけてくれる。かわいい。今日も天使。毎日のことながら癒される。かわいいってそれだけで素晴らしい。ほんとそうああ、みずきちゃんと同じクラスだったらと思わずにはいられない。でもクラスで友達が一人もできないとか言うの恥ずかしいし、言ったら心配させてしまうので考えないようにした。どうしたの？ぼーっとして。ごめんね。なんでもない。ならいいけど。みずきちゃんと並んでゆっくり学校へ向かった。でさ、今日美術でスケッチしないといけないんだよね。最悪。うち割と何でもこなせるけどさ、絵だけはダメなのに。みずきちゃんは頬を膨らませてぼやいている。彼女の絵を一度だけ見たことはあるが、確かにあれはすごかった。玄関に飾ってれば魔除けになりそうな、ある意味芸術的な絵だったと苦笑いを返していれば、ふと美術準備室で出会った彼のことを思い出した。相馬俊。相馬くん、綺麗な子だったな。そういえば俺から一度も会ってないな。思い出してしまうと好奇心が頭をもたげてくる。気になる。なんであんな場所にいたのかとか、綺麗な人だったし噂になっていないのかとか。みずきちゃんなら何か知ってるかな。みずきちゃんは私と違って友達が各クラスにいる社交的な子だ。そしていつもどこで仕入れてくるのかいろんな噂を私に話してくれる。あの二人付き合い始めたらしいとか、明日抜き打ちで小テストあるよとか、そんな話を聞くたび私は人脈は力だな、すごいなと思うのだった。あのさ、何？相馬くんって知ってる？前少し話したんだけど、すごく綺麗な人で。私がそう言った瞬間、急にみずきちゃんの顔色が変わった。驚いたような、ありえないことを聞いたような。まさかそれって美術室？うん。正確には美術準備室だけど。私の回答を聞くと、みつきちゃんは顔を青くした。それ、美術室の相馬くんじゃない？いかにもなネーミングと嫌な予感に顔を引きずらせると、みつきちゃんは声潜めて言う。ほら、夕日も聞いたことあるはずだよ。去年2年5組で男子生徒が病気で亡くなったって。その子すごく絵の上手い子でさ、中学時代にはたくさん賞を受賞してたらしいし、かなりの美少年だったらしいんだけど。そうだ、だから聞き覚えあるって。去年の夏頃、全校集会で残念ながら生徒の一人が闘病の末に亡くなりましたと校長先生が話していた。その時はみんなで黙祷して全校集会を終えたけど、皆さんの仲間の相馬さんが。急激に思考が冷えていくのを感じた。相馬くんが、彼が死んでいた。あの日見た彼の姿は今思い返してみれば本当に現実離れしていて、あの時白いと思った肌はもしかしたら青白かったかもしれないなんて思えてきて。そういえば彼からお線香の香りがしていた。幽霊が家に戻ってきた時はお線香の香りがするって言うし、みずきちゃんの話した。
美術室の相馬くんの噂とどんどん符号が合ってしまう。それから出るらしいんだよね。放課後の美術室に違う違うって言いながら絵を描き続ける相馬くんの霊が。相馬くんも未練があったのかもね。大好きな絵をずっと描き続けてるらしいよ。美術室でずっと一人で。そうだったんだろうか。迷い込んできたみたいなことを言っていたし、まさかもうこの世にいない人だったなんて。恐怖よりも先に悲しいと思った。相馬くんは初対面の人に掃除をしつけるなかなかな性格をしていたけれど、嫌いじゃなかった。仲良くなれるかなと思うくらいには彼のことが気になっていたらしい。ってあれ、夕日？冗談だよね。まさか本当に見たの？いや、待ってよ。うちリアルで怖いのは無理なんだけど。怖がって私を揺さぶるみずきちゃんになんて言えばいいかわからなくて、曖昧な意味は返すけど、頭の中は相馬くんのことでいっぱいだった。衝撃の事実。じゃああのカステラ、いやどうだったんでしょうね。みつきちゃんと別れてクラスに入る。すると入り口のすぐ近くに赤座くんがいて、男子と話していた。安森さん、おはよう。おはよう。赤座くんは「あ」から始まるから、出席番号順だと席は自然に入り口から近いこの席になる。赤座くんはよく挨拶してくれるのだが、今日はあまり挙動不審にならずに返せた。でもそれは頭の大半を今朝の衝撃的な事実が埋めていたからだった。まさか相馬くんが。未だに信じられない。あんなに生意気で私にパレット掃除までさせて、水で洗った感覚も全部本物だったのに。でもたった1週間前の記憶だというのに、彼の顔立ち一つ引っ張り出そうとしてもどこかぼんやりとしていて、その輪郭をつかむことができない。相馬くんの顔を思い出そうとして、綺麗な顔だったとおぼろげにしか思い出せないのがもどかしい。私霊感とかないはずなのに、信じられない。信じたくない。お人よしだね。彼の声を思い出す。ため息混じりの綺麗な声。これはちゃんと覚えている。よし、放課後また美術準備室に行ってみよう。私の掃除したパレットや一線が綺麗だったら、少なくとも1時間近くかけて掃除したことは悪チュームではないはずだ。やっぱり自分の目で見てみないと信じられない。怖くないわけじゃないけど、確認したい。そう決意しつつ1限目の数学を机に出した。3限目、急に降り出した雨により体育館でダンスと合同で授業をすることになった。授業はどちらもバスケなのだが、男子は体育館の入り口側で、女子は舞台側で行う。体育はあまり得意ではないけど、この授業は少し楽しみだった。なんたってかわいい。夕日、今日もペアレン一緒にしよう。みずきちゃん、みずきちゃんと一緒に授業を受けられるから。そう、体育の女子の授業は3組と合同でみずきちゃんと一緒なのだ。未だクラスに馴染めていない私にとって体育の授業は救いだった。我ながら情けない限りだけど、みずきちゃんがいてくれてほんとよかった。みずきちゃん様々である。可愛くて人気者で、ぼっちな私にも優しくしてくれるって、彼女は女神か天使じゃないだろうか。鬼で姿も最高に可愛い。もはや拝みたいと胸の前で指を組むと、みずきちゃんは首をかしげる。
夕日、どうしたのってなんか組んで。拝んでるって言っていいのかな。そんな会話をしていると、舞台の方から女子の体育の先生の声が聞こえてきた。点呼始めるぞ。やば、点呼。夕日、遅れるよ。行きます。みずきちゃんを追いかけて体育の先生の前にできた女子の列に加わった。あれからみずきちゃんと2人ペアでドリブル練習をしていた。しかし私はどんくさくてドリブルもまともにできなかった。止まって床にボールをつくことすら難しいのに、それに加えて動くとなると手からすっぽ抜けるわ、あらぬ方向へ飛んでいくわで全くできない。みつきちゃんは大丈夫って笑ってくれるけど、情けない限りです。そうしてゆるゆると練習していると、男子コートから歓声が聞こえてきた。男子は同じバスケの練習といっても流れが違うらしく、向こうはまず練習試合をしているようだった。それにしてもすごい盛り上がってる。何かあったのかな。随分な盛り上がりに思わず目をそちらへ向ければ、よっと、そこには自チームのゴール近く、相手チームからボールを奪ったらしい赤座くんの姿があった。赤座くんはだんだんと器用にドリブルをしながら相手コートへ上がっていく。相手のチームメンバーを一人一人鮮やかな身のこなしでかわし抜き去り、相手コートへ駆け上がる。キュッキュッと運動靴が体育館の床に擦れる音が響く。うおー、ナイス赤座、こっちがラッキー。やべ、2枚マークついた。赤座一旦下げろ、さすがに無理だ。赤座くんは足を止める。目の前に2人も立ちふさがったからだ。ゴール下にいる味方への道を遮るように邪魔されている。ゴールできない。誰もがそう思ったと思うけれど、赤座くんは左右に目くばせしたかと思うと深く腰を下ろしてキュッと高く飛んだ。彼の姿に息を忘れるほど見入る。スローモーションのように周りの声も靴音も全てが遠のいていく。彼は両手を頭上に持ち上げ、滑らかにボールを宙に放った。指先から離れたボールは高く美しい放物線を描いていく。照明をかすめリングに触れることなくその中心を貫いて、ダン。白いネットを揺らし、床にバスケットボールが叩きつけられる音だけが響いた。かっこいいな。そりゃモテるわ。その瞬間、男女問わずわーっと歓声が湧いて、マジかよ、スリーポイントシュート。赤座なんなの、チートすぎね。てか初心者に容赦なさすぎね。チートって一応中学の時俺バスケ部だったんだけどなあ、お前もしかして電柱制覇したことある？ねえって、スリー決めたくらいでなんでだよ。はあ、スリー決めたくらいってこれだからイケメンは。それ関係ないだろ。なあ、今からでもバスケ部入んない？いや俺高校は何も入らないって決めてるし。もったいねえ。男子の声の陰で女子もひそひそ小声で話しているのが聞こえてきた。赤座くんかっこよすぎ。ねえ、今腹散らしたよね。腹筋すごかったんだけど。彼女いるのかな。なんか噂でいないって聞いたけど、ここった子全員振ってるんだって。ほら、そこの鹿島さんとか。鹿島さんでダメとか、やっぱりそう高いのかな。小声で話しているつもりなのだろうが、私の耳には届いてしまっていて、当然
隣にいるみつきちゃんにも聞こえてしまっているはずだ。心配になってみつきちゃんの方を見ると、彼女は少しだけ目を細めて私にだけ聞こえる声でつぶやく。全部聞こえてるっつーの。みつきちゃんから出たとは思えないほど低い声に彼女の顔を二度見してしまう。みつきちゃん？一応確認してみたが近くには誰もいない。あれは理想が高いっていうか枯れてるだけなんじゃないの？それか男が好きか異常性癖持ちかでしょ。みつきちゃん？すべて言い切るとみつきちゃんはべーっと軽く舌を出した。しばらく面食らってしまっていたが明らかに悪口だということは分かったので、みつきちゃんと小声で呼びかける。すると彼女はてへっとウインクして両手を合わせたごめんねのポーズだ。あざとい、つるかわいい。ごめん、つい部長を振るような男は全員クソだと思ってるから。ちょっと極端な考えだけど、むしろ好きだった相手をそこまで嫌えるのってすごい。そんなことを考えていると頭に衝撃が走った。いた。ゆうひ、大丈夫？想定外の衝撃に目を白黒させる。何が落ちてきたのかと足元を見るとバスケットボールのようだった。いっただ。なんでバスケットボールが上から？上を見上げると体育館の2階にある細い通路にクラスメートの男子堂島くんがいるのが見えた。四つ森さん、悪いボールを落っことしちゃって。ちょっとあんた降りてきなさいよ。夕日すっごく痛そうにしてるんだけど。悪いって俺もわざとじゃないんだって。私が頭を押さえているうちにみつきちゃんと堂島くんの言い争いになってきて、どうすればいいか分からなくなってしまう。痛い。でもみつきちゃんが私のために怒ってくれてるのちょっと嬉しい。いやでも私のせいでみつきちゃんと堂島くんの関係が悪くなったらすごく申し訳ない。どうしよう。赤色の選択肢は重要な選択肢です。ということで来ました。こちらエンド分岐に関係する選択肢です。ということでどっちがいいですか？私は大丈夫だから何も言えない。ということの2択ですね。こちらもちょっと5分ぐらいお待ちしようかな。ではそうですね、ちょっとその間だけ私一旦一時休憩させていただこうかな。タイマースタートしました。いきなりピピピってなるかも。私は大丈夫だから。あ、早かったわかりました。 OK です。ではそれでいきましょう。では大丈夫だから。私は大丈夫だから。両手を顔の横で振って大丈夫だってアピールする。すると堂島くんは明らかにホッとした顔になり、みつきちゃんは心配そうに私を見ていた。四つ森さんマジで悪い、サンキューな。堂島くんが上で両手を合わせて謝っているのが見えて、その後彼は階段の方へ走っていった。あの野郎。夕日、本当に大丈夫？みつきちゃんは心配そうに私の頭に手を伸ばしてくる。単行部はできてないかな。みつきちゃんが優しく私の頭を撫でて確認してくれる。あんまり他の人に頭を撫でられた経験がないから少しこそばよい。かわいい撫でられたい思わず笑ってしまうとみつきちゃんはどこかムッとした顔をした。もう夕日は優しすぎ。もっと怒っていいの。そうかな。曖昧に笑っておくとみつきちゃんはそうともっと顔を近づけてきた。そんなことしていいんですか？
優しすぎると舐められちゃうんだから。夕日はちゃんと注意しなさい。とりあえずうなずくけれど、プンプンと怒った様子で言われても可愛いし、心配が嬉しいしで顔が緩んでしまう。舐められるってそんな不良みたいな。本当に分かってるのかな。みつきちゃんはと一つため息を吐いて私から離れた。とりあえずこれ以上サボったら先生に怒られそうだし、練習しよっか。放課後になり、私は美術準備室に向かっていた。例の相馬くんについての噂を確かめるためだ。美術準備室のある美術室の方面は普段人が少なくあまり使われていない。うちの高校にも美術部はあるのだが、その部活動は第二美術室で行われており、めったにこの美術室では行わないのだ。改めて出ると噂される場所に向かってみると、次第に恐怖が膨れていく。相馬くん、本当に幽霊だったらどうしよう。いなかったら寂しいけどまだ納得できる。でももし本当に幽霊で死んでることに気づいたからって表変して襲ってきたら。フィクションの世界でよくある寂しいから人を引きずり込む悪霊とか呪いとか、そんな嫌な想像をしてしまって頭を振って振り払う。いや、あの時の相馬くんはそんなことする人には見えなかったし。そんなことを考えていると気づけば美術準備室前へとたどり着いてしまっていた。そもそも鍵開いてるかもわかんないし。恐る恐る引き戸に指をかける。少し力を入れるとゴロッと少しの重みをまとって動いたのが分かった。開いてる。途端に指先が重くなった。顔からさーっと熱が引いていく。心臓がトットットッと小刻みに脈打っていて、今すぐに回れ右して帰りたくなる気持ちに駆られる。しかし、誰？扉の向こうから唐突にかけられた声に、私は声にならない悲鳴を上げた。はい、ということでチャプター3エンドです。はい、今回の配信でやるのはここまでですね。セーブして、ちょっと一回流れちゃうんですけど、タイトルに戻りましょうか。次のチャプターはね、美術室の相馬くんなんですけど。はい、ということで一回、というかね、今回はこれくらいにいたしましょうか。タイトルに戻ります。はい、ということで、いかがだったでしょうか。サイコカースト。まだね、病んでる要素はそんなに出てないんですけど、ね、これ、病んでる要素がバリバリ出てくるのって、中間から後半なんですよね。中盤から後半なんですけど、まあ今回はこれくらいで終わっていきましょうか。まあちなみにですね、こちらのゲーム、チャプターがですね、10プラス1つあって、そこからエンド分岐って形なんですけど、はい。まあ、今回のどんぐらい進んだかというと、まあ、これの中の、20% くらいかと思います。多分。面白かった。よかった。はいね。まあ、こちら公開記念ということでね、こちらのゲームですね、概要欄に、配布ページ載せてます。無料で公開してるゲームなんでね、もしよかったらね、ご自身でもね、遊んでみてください。まあ、スマホでもね、遊べるんで、ブース版の方だと、ごめんなさい、のべこれ3番載せてなかったな。ちょっと載せときますね、今パッと。ブース版だとね、パソコンで遊べるかな。Mac、Windows どちらでも遊べるって感じで。で、ノベルゲームコレクションさんでも公開してるんですけど、そちらだとスマホで遊べます。ウェブで遊べるからダウンロードいらないかなって感じですかね。なんでね、ダウンロードして、まあ、しっかり遊びたいって方だったら、まあ、ブース版を遊んでいただいて、で、まあ、スマホとかでね、ちょくちょく手軽に遊びたいよって方は、のべこれさんでやってみてください。ちょっと今足すね。概要欄に。いや、楽しんでいただけたなら何より。
ね、こちらの配信ね、せっかくだから次回もやろうかな。ね、あんまり反応良くなかったらこれだけにしとこうかなって、公開記念としてやったってくらいにしとこうかなって思ったけど、こんな感じでね、参加してくれる方がいるんだったらやりますよ、次回も。ではまた枠立てときますね。よいしょ。ベルゲームコレクション。よいしょ。概要欄に今足しました。もしかしたら更新すると反映されるかも。だしサイコカーストって名前で調べてもらえればヒットするかと思います。この名前のこれしかないから。っていうので、はい、今回この2人と出会っていきましたよーと。いや、彼らどんなヤンデレになるんですよね。いや、忘れてませんか？これヤンデレ乙女ゲームですよ。今んとこただ青春してるだけですが。ね、ヤンデレ乙女ゲームなんて最後のあたりやばいっすよ、本当に。ちなみにですね、この段階で聞いておきたいんですけど、どっち攻略したいです？ね、ぜひチャットで教えていただいて。ね、赤い方か青い方か。赤坂相馬かですね。赤い方、青い方でいいよ。もう。分かればいいから。なんならみつきちゃんでもいいよ。ね、とあるエンドはもはやみつきちゃん攻略エンドみたいなとこあるから。いやね、この、ですね、こちらのゲームの、ストーリーがこの2人でね、大まかに分かれてきて、メインストーリーが赤い方で、青い方も似た感じのボリュームが別でストーリーとしてあるって感じになってるんですよね。ちなみに攻略難易度高いのは青い方です。よいしょ。ちなみに今回手に入れたスチール見てこっか。これですね、赤田くん。いや、そんなんだから持ってんだよ、君。ということで、もう解禁されたんで、せっかくなんで、これ見ましょうか。はい。これ最初にね、キャラクター紹介なんですけどね。赤座隆人。ということで、最古高校の王子様、人当たりがよく文武両道の、優等生です。あなたは半年前、隣のクラスの彼に告白したが、玉砕してしまった。それから2年生に上がって彼と同じクラスになってしまい、ということで、こちらの彼のテーマが支配×探求×執着ということで、なかなかですね。なるほど、全員気になるけど、意外と女の子が気になる。みずきちゃんいいよね。で、お次、相馬くんですね。スチルはこんな感じ。かわいい。ということで、相馬俊。美術準備室で出会った美青年、未完成の絵を一人描き続けている。毒舌でわがままでどこか不思議で、つかみどころのない性格に戸惑うこともたびたびあるが、どうにも彼のことを放っておけず。ということで、彼は依存×孤独×部分愛。なかなかのテーマですね。というのがテーマになっております。ここはあえて読みませんよ。実際にこれゲーム内で登場するセリフなんで。実際に登場した時に読みましょうか。で、みずきちゃん。みずきちゃんもね、スチール1枚だけあるのよ。私としてはもっと書きたかったんだけど、さすがに攻略対象ではないのでそんなにたくさんあってもっていうことで1枚です。ということで、かわいい。それから歌詞もみずきちゃんです。おしゃれ好きギャルな美少女。交友関係が広くて噂好きで情報数。自分の容姿に自信を持っており、少し気の強いところもある。もともとはですね、赤座くんをめぐった恋敵だったんですが、今はあなたの自慢の親友です。いやーもうね、彼女がね、これは全然ネタバレでもなんでもないと思うんですけど、彼女がこの本作一番のイケメンです。女の子だよ。でもね、一番イケメン。一番かっこいい。ね、でね、今後ね、どんなそんなかっこいいとこが出てくるかも楽しみにしていただいて、友情×憧れ×非語訳です、テーマは。で、そうだな、次回いつにしようかな。今決めちゃおうかな。次回でも今月中にやろうかなとは思いますね。せっかくだしね。ていうかあれにしよう。木曜日にしよう。定例にしよう。それでいけるな。
じゃあ来週の木曜日で22日とかにしよっかな。ね。週の途中の、まあちょっとやる気につながればいいかな。はい、感じで、じゃあ次回はですね、よいしょ、22日にしましょうか。なんでね、まさんもしよければ遊びに来てください。ね、みずきちゃんどうやったら攻略できるんだろうね。まあ選択肢がかかってきます、これも。ではもう次回も同じ時間で21時からで予定しとこうかな。なんでね、まあもしよかったらまた遊びに来てください。待ちきれないんだったらもうスマホとか、パソコンとかでね、実際にゲームを遊んでみてください。って感じで、まあ締めていきましょうかね。はい、まあここまでお付き合いいただきありがとうございました。まあもしよかったらですね、まあチャンネル登録だとか、まあこの動画の高評価だとかよろしくお願いします。ちなみにね、よいしょ。こちらのゲームね、まあ、クリアした後の話なんだけど、アンケートとかもあったりするんだよね。もう全クリした後だから、もう全クリしないといけないんだけど。そうだな、この配信実況やるのは、まあ一応一つエンドを迎えるまでにしておきましょうか。で、実際に自分で遊んでほしい気持ちもありますし、また来ます。ありがとうございます。なんでまあ彼らとね、まあ、どっちかで一つずつでもいいんですけど、まあどれだけ続くかなんですけどね。一つエンドを迎えるまでじゃあやっていきましょうか。じゃあ終わっていきましょう。ありがとうございました。めっちゃ相馬の頭撫でてるみたい。またね、バイバーイ。